I walk by the cafe that you always go to. Don't know why. Was hoping that I'd maybe bump into you and your friends, and we could pretend this is the first time. And if I'm being honest. ボネケ本舗。ちょっと遅くなりましたが、新年明けましておめでとうございます。実は昨年中に撮りたいと思っていた動画がありました。でも時間がなくて撮れなくって、2025年が明けた今からその動画を撮りたいと思っています。その動画と言いますのは、昨年中に私がのみの市で買って、今私の家に持っているこの全てのものを取り出して、このリビングルームのテーブルの上に並べて皆さんにご覧いただける動画にしようかと思っています。以前にも一度1年間で私が買ったものを全て見せますという動画を撮ったことがあるんですが、その時も1日がかりで撮りました。で、2024年に買ったものも結構な数があるので、どのぐらいかかるかわからないんですが、今から頑張って撮ろうと思っています。お楽しみに。まずはリビングルームの配置外から。このテーブルの上だけで足りるのかどうかは疑問なんですけどね。横にします。この上に並べようと思います。以前にも一度1年の間に買ったものをすべて並べて撮ったことがありました。あの時は丸1日かけた動画撮影になりましたが、さて今回はどうなるのでしょうか。これもここに引っ越してきた時に買った私の大好きなくるみの木のテーブルです。さあ、ここに並べていきますね。どこから行こうかな。あ、そうだ。まず去年の動画を確認して何を買ったか全部ピックアップします。ああ、そういえば私はこれも買ったなとつい思い出に浸ってしまっていますが、のんびりしているわけにはいきません。ブルターニ通りで見つけた憧れの BB 社のキャニスターです。可愛すぎるので実際には使わずにこれを眺めて楽しんでいます。そしてこれもそのブルターニュ通りで見つけたもの、クレイユ・エ・モントローのベアンシリーズ。内側の上薬にダメージがあるのでこれも飾って楽しんでいます。これも同じくそのブルターニュ通りで買ったアフリカのカゴ。小さいのでキッチンの小物収納にぴったり。私はここに替えの布巾などを入れています。これは今はもう閉店してしまったマミーガトーの最後のビットグルニエで買ったもの。これも同じく BB 社のもの。これもマミーガトーで買ったもの。クリスマスに活躍してくれたヒイラギ柄のお皿。ジュシューで買った蓋のないサルグミンヌのティーポット。同じくジュシューで買ったティーカップ、ムーラン・デ・ルー・アマージュ。これも同じくジュシューで私のアルミシリーズコレクションの一つ。ミルクポットです。天使。これは15区の小さな飲みの市で買ったもの。その飲みの市で買ったこのファーコート、本物なのかフェイクなのか未だに分かりません。暖かくて可愛ければそれで十分。その時は確かインスタグラマーの屋根裏さんにご一緒していただきました。これもその時に買ったナプキン。こんなに可愛い刺繍付きなのにとってもお買い得だった記憶があります。この同じシリーズのミルクポットとシュガーポット、そしてシェルガタラビエを春のフォワードシャトゥーで買いました。すごく分厚くて重いオーバルのお皿でキャトルセゾンで買いました。私は液体の食器洗い洗剤は使わないので、固形の石鹸をソープディッシュに置いて、その他のスポンジなどと一緒にでキャトルセゾンで買ったこの分厚い18世紀のお皿の上にまとめて置いています。以前使っていたお皿は夫が割ってしまったので、これは2つ目。鉄アレイの代わりになりそうなくらいかなりな重さです。これもレイキャトルセゾンで買ったイギリス製の水差し、ジョンソンブラザースのオクトガナル。同じくレイキャトルセゾンで買ったモントローのオクトガナルソーサー。
これも可愛すぎて使えず飾ってあった放浪のキャニスター、春のアミヤンで買ったもの。私の大好きなブルーと白のルシチュクルの柄です。それにしてもこうやって並べてみると青と赤と白ばっかりですね。そしてこちらの食器棚から取り出したのは天使のキャニスター。これも春のアミヤンで一目惚れをして買ってきたもの。蓋についた小さな羽、側面にいる浮き彫りの天使。これも同じアミヤンで買ったコンポチエ、ブーランジェ・ショアジール・ロア・ワイルドローズ。このコンポチエもサルグミンヌ・ポアトゥ。どちらも違った美しさ。このジアンはメゾン・ド・ファミーユ・ブロカントのポップアップショップで見つけました。このイギリス製のミルクジャーも同じお店で、この可愛いお花の刺繍のついたナプキンもメゾン・ド・ファミーユ・ブロカントで買ったもの。タラコさんご姉妹とご一緒させていただきました。とここで日が短いパリ地方の冬なので、あっという間に外が暗くなってきてしまって、まだまだご紹介したいものがあるので、今日一旦ここで終わりにして、続きはまた後日に撮ろうかと思います。さあちょっとコーヒータイムにします。私の大好きなブリオッシュ、これは網み三つ編みパンになっているブリオッシュです。いただきます。そしてコーヒーを入れたのはこのカップです。アグレストのカップです。このブリオッシュを乗せたこのお皿なんですけれども、これは先日アップしたロブジェキパルのお店で買ってきたものです。あの時はこれを買うシーンはなかったんですが、その後にやっぱり1枚欲しいと思ってまた行って買ってきたものです。はい、バルボチーヌです。私のお気に入りに囲まれてます。幸せです。ボネケ本舗。1度目の撮影が終わった後のある日、久しぶりにパリに太陽が出て青空が広がりました。真っ白い空が続くパリの冬にこんな青空は珍しいので、何か理由を作って外に出たくなりました。こんなおしゃれなワンちゃんも楽しそうにお散歩中。ダメだ。久しぶりに太陽が出たので、前からちょっと買ってみたいなと思っていたパンがあるお店があるので、そこに行こうと思ってます。本当に久しぶりにいい天気です。パン屋さんではなくてケーキ屋さん、お菓子屋さんなんですけれども、パネトーネで有名なお店なんですが、とても美味しそうなパンが並んでいたので、今回はそこに行ってみようと思ってます。ここはパブリックから結構近くです。で、おしゃれな飲みの市、ブルターニ通りのすぐそばです。こんなおしゃれなお店があったりもするところです。この通りの突き当たったところにあるのがそのお店。今回私の目的はパネトーネではなくて、この美味しそうなパンです。クロワッサンチューリップ、クロワッサンチューリップ、これです。ブリオッシュフォルテとは違うんですね。これを買って帰りたいと思います。ボンジュー。これです。有名なパネトーネだけでなく、自家培養酵母のパンが並んでいます。量り売りの大きなパンドカンパーニュ、美味しそう。クロワッサンチューリップを買いました。クロワッサンなのにこの見た目の可愛さ。
バターの良い香りが漂っています。美味しい。まずは小さめのパネトーネを買ってみてお味見しようかと思ったんですが、残念ながら今回は小さめの、カットしてあるパネトーネはなくて、来月からは多分カットしたパネトーネもあるかもしれません。でも確定ではないですということでした。ですので今度そのパネトーネも食べてみてご報告したいと思います。美味しかったです。ごちそうさまでした。ボネケ本舗。前回はここで外が暗くなってしまったのでストップした撮影なんですが、またここから今日撮影を始めたいと思います。思ってたよりも品数が多いのでやっぱり時間がかかりましたね。ここから後半の分の品物を集めていきたいと思います。今日天気はいつものバリの冬らしくかなり雲が厚いのでまた早く暗くなってしまうのでちょっと巻きで頑張ってみます。後半最初はこのサルグミーヌのアイボリーシリーズのカップ。これはバンブで見つけました。インスタグラマーてるさんにご一緒していただいてとっても楽しい飲みの市散策になりました。そのカップと一緒に買ったのが同じシリーズのこの長方形のお皿。私の家のアペロパーティーでも登場しました。やはりバンブで見つけたスーピエール、とてもお買い得なお値段でした。このヒイラギ柄の一枚もやっぱりバンブで見つけたもの。このスツールは私の友人が地方で見つけて買ってきてくれたもの。ニスを塗ってお手入れしました。サルグミンヌ・オベルネシリーズのシュガーポット。夫といったトリュデーヌ通りの飲みの市で見つけました。サルグミンヌ・アゲレスタのソーサーなしのティーカップ。同じくその時に買ったサラダボウル。ジュシューにいつもいらっしゃる綺麗なものばかりを売っているムッシューのお店で買いました。このヒイラギのお皿はクリニャンクールのお店にヒイラギ柄のお皿がありましたよと私の動画をご覧くださっている方からご連絡をいただきました。翌日早速そのお店に行って無事に買うことができたもの。ありがとうございました。これはシュペアシナリーのポップアップショップで買ったテーブルクロス。良き時代の楽しいテーブルで使われていたんでしょうね。アグレストのコーヒーカップはサンタンブロワーズの飲みの市で見つけたもの。そしてその時に見つけたこれは牡蠣用のフォーク。今年のクリスマスディナーでも使いました。キッチンの棚の上に飾ってあるのは通り名プレート。春のブルターニュ通りの飲みの市で見つけたもの。そのブルターニュ通りの飲みの市で見つけたベアンシリーズのお皿。私が飲みの市でこのお皿を見つけたのは実はこれが初めてでした。そしてこの美しいサルグミンヌ・ミントンシリーズのシュガーポット。これはジュシューで見つけたもの。実際にお砂糖を入れることはないけど置いておくだけでそこが華やかになる美しさ。アグレストはトリュデンヌ通り、イギリス製のグリーンのお皿とルイ15世シリーズのお皿はジュシュー。どれも違った美しさ。そしてここでコーヒータイム。ちょっと疲れたのでここでコーヒータイムです。カップはもちろんメゾンアンペラさんで買ったものです。
そしてメゾンアンペラーがシャツメーカーとコラボしてできた上質な布巾。ここはフランスで一番古い雑貨屋さんなんです。そろそろテーブルの上がいっぱいになってきましたね。サンタマンのティーカップとレースの縁取りのこのお皿はフローリスト幸子さんといったプロ用の卸のブロカントショップで買いました。このモノプリのワンピース、これはサンポールのビットグルニエで、飲みの市のお洋服はとってもお買い得。この食器棚も去年買ったもの。私の家の近所の中古品の店で買ったのはこのグラタンのお皿とこのサルグミンヌの小さなオーブン用の器、そしてシェルガタラビエ、全部で8ユーロでした。これは私が買ったものではありません。ザ・ベアーズハウスのファビアンさんからのプレゼント。本当に嬉しかったです。ありがとうございました。この木製の小さなカッティングボードのようなもの、これは昔洗濯するときにこれで洋服を叩いたものです。インスタグラマー龍之介さんがこれと同じようなものを持っていらっしゃいました。それがいいなと思っていたらディエップの飲みの市でこれを見つけて迷わずに買いました。おっと危ない。ディエップで買ったディゴアンサルグミンヌのマスタードポット、ルーアンで買ったサントゥーズの陶器の調味料入れ、これもディエップで買った陶器のキャニスター。この撮影の後全部取り出してキッチンに飾りましたよ。この上にあるのは同じくディエップで買ったホーローのキャニスター。これもやっぱりブルーと白ですね。私が今年ディエップのバカンスで買ってきたものはまだ終わりではありません。このホーローのポット、これは激安でした。このアルミの計量カップはルーアンで、このサルグミンヌ・ジャルダニエールシリーズの洗面道具もディエップのお店で見つけたもの。上に乗っている小さなピルケースはディエップの別なお店でいただきました。このサランのシュガーポットはルーアンの飲みの市で見つけたもの。そしてこのお皿はディエップのさっきのピルケースをいただいたお店で買ったもの。ディエップに行くと必ず行くお店の一つ。ニュアンス違いの白の共演、美しいですね。この2つのラビエもそのお店から買ってきたもの。でもテーブルの上がもういっぱい。もう置くところがない。どこに置こうかな。どうしようかな。これもディエップから買ってきました。はい、ここ。そしてこれがありました。ディエップの別のお店で見つけたサルグミンヌのミントンシリーズのお皿。でいいかな。寂しいな。こんな感じで。そしてこれもありました。キャニスター。これもディエップの大きな飲みの市で見つけたもの。キャニスターもありました。キャニスターが置く場所がないのでこんな感じで、実はまだここだけじゃなくてバスルームにもあります。このバスルームで
いろいろ小物を入れて使ってます。じゃこれも持ってきます。はい、ここ、はい、後ろが見えなくなっちゃう。じゃあこんな感じ。はい、こんな感じ。バスルームではこのソープ入れも使ってます。じゃあこれも持ってきます。置く場所がない。本当に置く場所がない。じゃあ床に置いちゃう。あまりにも置く場所がなくなったのでちょっと場所変更。はい、この放浪の水切りかごもディエップの街の中で開催されていた飲みの市で買いました。はい、ここです。そしてこれノエルの時にお世話になったこれはルーアンの飲みの市で見つけたもの。これは可愛いので横引きでも置く場所がないのでこの中、とりあえずここに置いて、このお皿はまた後ほどご紹介しますね。あと何かあったかな。そうこれがありました。これもディエップのバカンス中に隣の海辺の町の飲みの市で買ったもの。ここからはジュシュで買ったもの。この下にある重い。片手にカメラを持っているので持ち上げるのが大変。これです。このざる、このトレです。これはここに。この小さな金の木製のフレームも受注で見つけたもの。じゃあ、ここ。そして大物、これがありました。そしてこれ。ここからは秋のゴアドシャトゥで買ったもの。これですね。これは私が家に持っているのと色違いのお皿だったので迷わず購入したものです。この鍋敷きはこの綺麗な色に一目惚れ。これもあった。大きめのシェル型のラビエ、なんて美しい。今年のクリスマスディナーにも登場したこれもそのシャトゥで見つけたもの。私の憧れだった3段のこのデザートプレート。次はもう少し小さいのを見つけたいです。ちょっとまた暗くなってきちゃって焦ってます。今日中には終わらないとね。なのでちょっと巻きで、これもそうでした。これも秋のアミヤンで見つけたクレイユモントロー。そしてこのリュネビルのコンポチエ。同じくこの放浪のミルクポットも。なんて愛らしいデザインのミルクポットなんでしょうね。これもありました。BB 社のポットユスタンシル。これも帰る寸前に見つけたもの。まだ終わらない。このジアンのソース入れは新しく開催されたレピブリック広場の飲みの市で見つけたもの。そこについてすぐ見つけました。このソース入れもいました。これも同じくその飲みの市で買ったもの。あそこはなかなか良い飲みの市でした。そしてこれもありました。これは本当に置くとこがないので、これ私が
きましょう。来てます。そしてバルボチーノのお皿とコーヒーカップもありました。でこの間のリュードブルターニュはこれとこれと、そしてこれもありました。そしてこの間のブッフはこれと置けないな。これとコーヒーカップとミルクポット、これだ。で最後かながクリスマス用に買ったグラスでした。これはじゃあこれは一見そうは見えないんですがクリスタルグラスです。これで全部です。じゃーん、こんな感じです。これが私が2024年に買ったもの全部です。と言いながら実は鏡も何個か買っていて、それは今ここになくて玄関のところにかけてあります。それはまた後ほどご紹介します。ボネケ本舗。まあよくこれだけ買ったなと自分でもびっくりしています。すっごい量ですね。でもまあ1年かけてこれだったらそうでもないくないですかね。相当な量ですかね、やっぱり。でもとっても飲みの市が楽しめた1年だったなと思っています。過ぎ去った時間はもう戻せないですが、こうやって好きなものが残るというのはやっぱりとっても嬉しいなと思っています。どれにもすべて思い出があります。幸せです。今幸せの絶頂にいる感じがします。すっごい楽しかったです。確か一昨年に買ったものをやはりこうして全部ご紹介した動画がありました。その時は買ってよかったものの3位から1位だったかな決めてご紹介したような記憶があるんですけれども、今回ももちろんそれをしなきゃと思ったんですけれど、こうやって見てみてどうしても順位がつけられません。これもいいしあれもいいしもちろんあれもいいしと思っているうちに全部良くなってしまって順位つけることが今年はできないです。本当にみんな気に入ってます。ですので2024年の買えてよかったと思っているものはこれ全部です。どれも買えてよかったと思っています。ボネケ本舗。その中で見つけて感激したものというのは、その感激した意味をカテゴリーに分ければ何個かあります。そのうちの一つなんですが、諦めていたものが見つかってよかったナンバーワン
というのがこのコンポチエです。このコンポチエはリュネビルのこの縁がレースになっているものなんですが、これは私が以前飲みの市を同行させていただいたタラコさんご姉妹、タラコさんたちが車でノルマディの方のブロカントへ行ってこれを見つけてらして、その写真を送ってきてくださった時があります。通信状態が悪くてすぐにそれが欲しいという返事が私はできなくて、結局それは買っていただくことができなかったものです。なので諦めていたんですが、これアミヤンで見つけることができました。なので本当にこれはよかったと一目見て感激したものです。買えなくて諦めていたけど買えてよかったはこのコンポチエです。そしてこれがあるとは思わなかったという意味で感激した。買えなくて諦めていたとかなり近いんですが、その意味で感激したものはこのジアンのポントシューのレプリカのシリーズです。1年か2年前かちょっと覚えてないんですが、その時に初めて飲みの市で見て、それ以来飲みの市では一度も見かけたことがありませんでした。ずっと欲しかったんですが、それがメゾン・ド・ファミューさんのポップアップショップに行った時にあってあったと大感激したものです。そして予算の関係で絶対買えないだろうと諦めていたんですが、買えちゃったという意味で感激したものはこの BB 社のホーローのキャニスターです。これはバンブの飲みの市などで見かけてもかなりのお値段がして絶対に私の予算では買えないものでした。ところがおしゃれなリュード・ブルターニュ飲みの市で見かけたこれはその半分以下でした。ですので今を逃せば私は一生買えないと思ったので買えてよかったと感激したものです。そしてですね、買ってから一番出番が多くて感激したものがあります。それがこのリュネビルの縁がレースの真っ白いこのシンプルなお皿です。これさすがにやっぱり白ですね。何に合わせても美味しそうに見えます。白のマジックですね。それとこの縁取りのレースのおかげでただのシンプルではなくて華やかなシンプルさがあるので何を乗せても絵になります。ジアンのポントシューのレプリカシリーズのクリーム色のお皿と同じようにシンプルだけど華やかな雰囲気があるという系統のお皿ですね。やはり白は本当に何に合わせても食べ物が美味しく見えるなとこれでつくづく感じたものです。その意味で出番が多くて感激したシリーズはこのお皿です。ボネケ本舗。今回の秋のアミヤン、これもありました。これは地面に並べられたお皿がたくさん入っている箱の中で見つけました。まさかこのジアンのポントシュシリーズがあんな箱の中に入っていると思わなかったので私は自分の目を疑ったぐらいです。サラダボールですね。これが見つかって本当に嬉しかったです。さすがアミヤンです。このお皿とこのナプキンもありました。これはブルターニュ通りの飲みの市で
私は当日買えなくて、翌日行った英子さんに頼んで買ってきていただいたものです。そしてこちらはボンマルシェの前で開催されていた小さなプロの方のもみの市で見つけたものでした。そして壁に飾ってあるこのお皿、これはリエップのビットグルニエで買いました。玄関を入ったところの壁にあるこの金縁の鏡もこれだけ増えました。どれが今年買ったものかちょっと覚えてないんですが、また今年も少しずつ増やしていこうと思ってます。それと夫と一緒に行った時に夫が買い揃えた版画もいろいろとありますが、今回はちょっと省略、いつか機会があれば皆さんにご紹介しようと思ってます。2024年に買ったもののすべて皆さん楽しんでいただけたでしょうか。思ったよりも量が多くて2回に分けて撮影しました。それぞれに思い入れがあるので、本当は一つ一つゆっくり皆さんにお話ししようかと思ってたんですが、全然時間がなくなってしまいました。そういう趣旨の動画も今度撮れたらいいなと思っています。楽しんでいただいてありがとうございました。また次の動画も楽しみにお待ちになっててくださいね。